今回は3月から急上昇中の銅について説明するね。左側がコメックス銅先物のチャートだけど、3月中旬から上昇を始めて、4月もさらに上昇し続けているよ。今回は銅の基本的な知識をまず説明するよ。次に、銅は生成 AI 関連としてもデータセンター需要で注目されているよ。生成 AI との関連について説明するよ。そして今なぜ銅が上がっているかの説明をするよ。最後に銅のいろいろな投資方法について説明するよ。まず銅ってどういう金属かについて説明するよ。銅は古くから使われている金属だよ。銅は高い導電率、高い熱伝導率を持ち、加工がしやすい金属だよ。このような性質であるため、いろいろなところで使われているよ。例えば、電線、電気器具の配線、建設の材料としても使われているよ。クリーンエネルギーの流れにより、増えている太陽光や EV なんかにも多くの銅が使われているよ。銅の生産量がどうなっているかというと、ずっと右肩上がりで増え続けているよ。では、銅の生産量が多い国がどこかというと、1位は圧倒的な生産量のチリだよ。2番目はペルー。さらに、コンゴ、中国、米国、インドネシアと続くよ。ここら辺の国の銅の生産量が重要となるよ。次に銅の生産キャパシティが多い鉱山の場所とオーナーを見ていくよ。1位はチリの鉱山で BHP、リオ、日本企業がオーナーだよ。後で銅関連企業は紹介するけど BHP、リオは総合資源会社で銅の生産もしているけど他にもいろいろな資源を扱っており時価総額もかなり巨大な企業となるよ。なんだかんだ言って鉄鉱石が多いので銅銘柄としては紹介していないよ。2番目はインドネシアの鉱山で FCX がオーナーだよ。3番目はチリの鉱山。4番目は米国の鉱山でこちらも FCX と日本企業がオーナーだよ。5番目はメキシコの鉱山で SCCO の親会社がオーナーだよ。6番目がペルーの鉱山で FCX や日本企業などがオーナーだよ。こうやって見るとFCX が結構大型の鉱山を複数持っていることがわかるよね。銅の消費はどこの地域が多いか見てみよう。1番は中国で 49%。銅の消費量は中国が非常に多いことがわかるよね。よって中国の銅の消費が銅価格に重要だということがわかるよね。次は EU と UK で 12%。北米が 8%、ASEAN が 5%、日本は 4%、インドも 4% だよ。今後はインドで建設ラッシュとなると、インドの銅の需要も増えるかもね。銅がなぜ生成 AI 関連かということについて説明するね。銅はいろいろなところで使われるというのは説明したよね。生成 AI でデータセンター建設ラッシュが来そうだけど、データセンターでも銅が必要だよ。銅が使われるのは電源ケーブル、バスバー、電気コネクター、熱交換器とシンク、電源出力ストリップなど銅が使われているものが多いよ。MSFT の500ミリオンダラーのデータセンターでは建設のために2177トンという大量の銅が必要だということが分かっているよ。またトラフィグラによると AI サーバーを動かすデータセンターには2030年までにさらに銅が100万トン必要という推計もあるよ。ではなぜ今銅価格が上がっているのかについて考えていくよ。主には4つの理由があると思っているよ。1つ目は銅の供給不安があるよ。2つ目はインフレ再燃懸念が出ていることがあるよ。3つ目は中国がやや復調していることがあるよ。4つ目はどちらかというと長期的な上昇要因だけど
銅鉱山開発が不足していることが挙げられるよ。これらの理由を順番に見ていこう。1つ目の理由は銅の供給不安だよ。こちらが銅の生産と消費の実績と2024年以降の予測だよ。バランスのところが生産から消費を引いた数値だよ。すなわちここがマイナスということは、その数値だけ消費が生産を上回っているということだよ。2023年は生産の方が多かったね。2024年は消費が上回るということだね。2025年も同様に消費が上回る予定。これは消費が増えるためだね。さらに2026年はバランスの数字がさらにマイナスになるね。ここからわかることは、今後3年間は消費が生産を上回るということだよ。おそらく2027年以降もこの傾向は続くよ。今年の供給不足の原因となっているものはこれらだよ。2023年11月にパナマ銅山、これは中米で最大の大型鉱山だよ。それが閉鎖すると発表したよ。環境保護活動家や労働組合による大規模な抗議活動が理由だよ。また、資源大手のアングロアメリカンが銅生産量を前年比 4% 減らす目標としているよ。さらに、世界最大の銅の生産量を誇るチリも生産減少の見込みだよ。こういった理由で銅の供給不安が起きて、さらに銅価格を押し上げているよ。2つ目の理由がインフレ再燃の懸念があるよ。銅価格が3月から上昇していると言ったけど、上がっているのは銅だけではないよ。原油もゴールドもシルバーも3月から上昇しているよ。背景としては地政学の影響もあるけど、それに加えて物価関連の経済指標が高止まりを見せていて、このままたインフレが再燃するのではないかという懸念があるからだよ。以前の動画で銅とウランの価格形成の違いについて説明したよね。ウランのスポット価格は比較的実際の需給によって動きやすいよね。一方、銅は先物市場に上場しており、需給も関係するけど、それ以上に投資家心理が銅の価格形成に影響しているよ。インフレ再燃が投資家のテーマになったことにより、投資家が銅を買ってきているよ。経済指標も全然弱くならないし、その影響も投資家を強気にするよ。3番目の理由は中国の復調にあるよ。銅の消費の半分は中国だと説明したよね。4月16日発表の中国の GDP は予想を上回り、復調傾向があると投資家は感じているよ。香港反戦指数も1月を底に上がり気味に来ているよね。もともと銅の需給が怪しい話は去年の終わりぐらいから出てきているけど、それでも銅価格が上がってこなかったのは、最大の消費国である中国の経済が右肩下がりだったことも影響しているよ。その懸念が減ったことだけでも銅価格の上昇要因となっているよ。4番目の理由、これは短期的な現在の上昇の理由ではないけど、長期的な材料としては銅鉱山の開発の不足があるよ。これが銅鉱山の発見数の年単位の推移だよ。最近はほとんど新しい銅鉱山が見つかってきてないことがわかるよね。これが銅の供給をさらに減らしていく理由だよ。銅鉱山も寿命があるので、古いものは生産量が減っていくよ。これが今後ボディブローのように効いてくるよ。なぜ銅鉱山の開発が進んでいないのかというと、鉱山開発をするには銅価格がまだ安かったからということがあるよ。特に最近はインフレだったから鉱山開発に必要なお金もかなり上がっているよ。また高金利なので借金もしにくいね。では鉱山開発が始まると供給が増えて心配になるかもしれないけど、鉱山開発は通常10年ぐらいかかるので、その心配は10年後ぐらいにする話だよ。よって
長期でも銅は強気だよ。では、具体的な投資対象を見てみよう。まずは、ティッカーシンボル FCX。時価総額72ビリオンダラーの大手銅会社だよ。前に説明した大きな銅鉱山のリストにたくさん名前が出てきたよね。特徴的なのは、銅の生産箇所が北米、南米、インドネシアと分散していることだよ。資源価格が上がり出すと、資源ナショナリズムとかで、いきなり国有化とかする国が出てきたりするので、分散していることはかなりポジティブだよ。銅価格は、今はそこまで魅力的ではないかもしれないけど、いずれ銅価格が上がるとこの問題は、リチウムのようにいつか出てくると思うよ。長期では、資源ナショナリズムはよく考える必要があるよ。銅の他にも、ゴールドやモリブテンも生産しているよ。FCX の冷やしチャートはこちら。銅価格の上昇とともに株価も上がってきているよ。次に、ティッカーシンボル SCCO。こちらも時価総額88ビリオンダラーと大手銅会社となるよ。メキシコの親会社が多くの株を握っており、そのアメリカの子会社の株の一部が上場しているよ。生産場所はメキシコとペルーの2カ所だよ。株価の動きはこちらの方が新高値更新中で良いけど、メキシコに握られているということは、資源ナショナリズムとしては考慮が必要だよ。銅の他にモリブテンと亜鉛も生産しているよ。SCCO の冷やしチャートはこちら。直近の銅価格の上昇に株価が反映しているね。次に、ティッカーシンボル ERO。ティッカーシンボルがなぜかみんなに人気の株だね。ティッカー買いした人も結構いるね。こちらは時価総額が2ビリオンダラーと FCX や SCCO に比べるとかなり小さいよ。生産箇所はブラジルのみで、資源ナショナリズムには注意が必要だよ。こちらが今後の生産予定で、今年から来年にかけて銅の生産が増える予定で、その分も考慮された株価になっているよ。3年間の生産見通しはこちら。銅の他にゴールドも生産しているよ。2025年に銅の生産が増える予定だよ。ERO の冷やしチャートはこちら。直近調整しているね。個人的な印象としては、銅価格だけでなく小型株っぽく、金利とかの影響も受けやすい気がするよ。あと、詳しくないので詳細は説明しないけど、香港上場の2899。こちらも銅とゴールドを生産しているよ。直近両方上がっているので強いチャートとなっているよ。日本株だと住友金属鉱山5713。こちらも銅関連で3月中旬から上昇しているよ。ETF だと日本上場の1693があるよ。ブルームバーグカッパサビンデックスをベンチマークとしていて、米ドル建てだよ。1693の冷やしチャートはこちら。銅価格の上昇を反映して上昇しているね。注意が必要なのが、銅価格が仮に2倍になった場合、銅関連株は数倍とかもっと大きく上がるよ。大きなアップサイドを狙うならば、個別株の方が魅力的だよ。そんなにボラティリティがいらないというならば、ETF も考えた方が良いよ。レバレッジをかけるという意味では、米国の銅先物や CFD で銅を買うという方法もあるよ。レバレッジをかけることで、銅価格の上昇の数倍を取ることができるよ。ただ、現月管理とか調整金とかあるので、長期に向いているかというといまいちかもね。CFD は長期で向かないとよく言われるけど、どれぐらいのコストがかかるかいつかちゃんと計算してみたいと思っているけど、まだできてないよ。いつか検証したら動画にでもするね。先物も CFD も確定申告は FX で株と損益通算できないし、特定口座で管理もできないよ。それじゃまた次回。みんなのコメントも
待っているからね。バイ